ブルース・リー、1940年11月27日から1973年7月20日は、香港の中国武術家、武道家、俳優、脚本家、映画プロデューサー、ジークンドーを創始したマーシャルアーティストとしても知られる。残した主演映画は4本。制作順に並べると、ドラゴン危機一発、ドラゴン怒りの鉄拳、最後のブルース・リードラゴンへの道、そして燃えよドラゴン、死後5年後にブルース・リー死亡遊戯という生前に撮影したフッテージを拡張して無理やり作った映画が公開されているので、これを加えると5本の出演作があるということになります。当時見た者は全員が大興奮、大熱狂となりました。ヌンチャクを学校に持って行き、アチョーと振り回す毎日。しかし誰かが振り回したヌンチャクが当たって怪我をする生徒が現れ、当時の全国の中学ではほどなくヌンチャク持参禁止になりました。彼は32歳の若さで惜しくも亡くなりましたが、彼が生まれ変わったかと間違うような少年が日本で出現しました。今井流星君、2010年生まれ、出身地奈良県奈良市。世界中が驚くスーパーキッズ、今井流星君はまさにブルース・リーそのもの。注目を浴びた当時は8歳という年齢にもかかわらず、強靭な肉体を持ち、俊敏に動く姿はまさにブルース・リーそのもの。今回はカンフーのスーパーキッズ、今井流星君についてご紹介します。流星君は1歳の頃にブルース・リーの代表作「燃えよドラゴン」を見てブルース・リーの大ファンになったそうです。実は流星君のお父さん今井隆二さんは空手家であり、彼自身も3歳の頃からブルース・リーの大ファンだったのです。その影響がきっかけだったのは間違いありませんが、ブルース・リーを真剣に好きになって彼を真似したいと思うのは紛れもなく流星君自身が考え出したもの。それからブルース・リーの虜になった彼はブルース・リーの真似をし始めるのです。4歳頃から本格的トレーニングを開始。そうして2014年8月頃からヌンチャクの練習を始め、2015年1月頃からパンチやキックなどの練習を開始。流星君の父さんは流星君がヌンチャクのさばくタイミングをすぐに身につけたのを見て、本当にブルース・リーが好きなんだなと思ったそうです。1歳の頃からブルース・リーの映画を見続けていたので、すぐにブルース・リーの映画「死亡遊戯」のアクションシーンを完全マスター。そして2015年9月、流星君が5歳の時に出演したドイツのテレビ番組「サップリーキッズ」で圧巻の演技を見せつけます。国内外のさまざまなメディアに出演。その後、国内外のさまざまなメディアで話題沸騰となった流星君。そして2018年8月に出演した「リトル・ビッグ・ショット・オース」ではさらに磨いた腕前を披露。現在でも毎日欠かさず剣立て伏せから片腕指立て伏せ、股割り、コアトレーニング、ランニングなどありとあらゆるトレーニングを行っています。2018年の8月1日には彼の憧れの武術家ドニー・イエンとついに会うことができた流星君。カンフー少年今井流星の現在は1日4時間筋トレのマッチョな体がヤバすぎる朝のスッキリという番組でカンフー少年今井流星君が出演してました。当時8歳の少年ですが、実は今井少年は5歳からテレビや映画に出演してる有名なカンフー少年だったのです。それもただのカンフー少年ではなく、あの有名なブルース・リーのカンフーを完全コピーできるのです。今井流星君がカンフーをし始めたきっかけは、今井流星君がヌンチャクを手にしたのはいくつ？流星君はわずか1歳でブルース・リーのファンになり、4歳になる頃にはヌンチャクを手にしていたカンフー少年です。4歳で積み木や怪獣に興味を持たず、ヌンチャクを持つなんて信じられませんね。家の中でこんなの振り回されたら怖いですよね。そしてたった1年でヌンチャクアクションを完全コピーすると、その身体能力の高さと可愛らしい見た目のギャップが話題になり、動画再生回数は驚異の3000万回以上になり、海外の番組にも出演し、ネクストブルース・リー・キッズとして世界中で注目を集めています。
今井流星君が2015年に映画出演した全世界を熱狂させた映画「キングスマン」。スマートなスーツに身を包んだ英国紳士が見せる切れ味鋭いアクションとギミック満載のスパイ道具の数々、スピード感とウィットに富んだストーリーです。今井流星君は2018年1月5日その続編となるキングスマンゴールデンサークルに出演しました。SNS で話題沸騰のスーパーキッズたちとキングスマンが世界で初めてコラボした子供キングスマンの特別映像が公開されました。5歳から映画に出演するなんてすごいですね。今井流星君の一日の様子は、朝5時に起床し、お母さんと一緒に30分ランニング、両手首には筋肉をつけるために重りをつけてました。その後2時間父親と柔軟体操やハードな筋トレをします。朝食は玄米おにぎり、フルーツ、ヨーグルトなどを食べます。歯磨きをした後は必ず洗面所のお掃除をする綺麗好きなお子さんです。15時に学校から帰ったらおやつを食べる前に宿題を済ませ、お父さんが帰宅したらそこから2時間また筋トレやカンフーの練習が始まります。こうして1日4時間と朝のランニングをこなし、3年経った現在はこんなにムキムキマッチョな体になっております。小学生でもこんなに筋肉がつくなんて驚きますよね。世の男性たちもビールばかり飲んでタルタルの三段腹のモテない男にならないように今井流星君を見習ってくださいね。今井流星君は事務所には所属していないので、お仕事は Facebook か Twitter での DM で受け付けているようですが、世界的に有名なカンフー少年ですので、これからの活躍が期待されます。将来の夢はブルース・リーのように早く動き強くなること。まさにその夢に一直線の今井流星君。間違いなく今井流星君は有名な日本の武術家として活躍することでしょう。ところで、すごい今井流星君の父親はどんな人なのでしょう。調べてみたところ、流星君のお父さんの名前は今井隆二さん。流星君の名前はお父さんの名前から1文字取ったんですね。そしてお父さんの今井隆二さんは空手家だそうです。だから流星君をしっかりと教えることができたのです。父親の今井隆二さんが子供だった頃の話。今井隆二さんのお父さん、つまり流星君のおじいさんが空手をやっていたのだそう。そして今井隆二さんが3歳の時にブルース・リーを見て大好きになったのだそうです。なんだか流星くんのエピソードと似ていますね。流星くんの動画の中にお父さんとヌンチャク対決をしているものがありますが、お父さんもなかなかのヌンチャクさばき。お父さんも相当のブルース・リーファンであることが伺えます。母親はどんな人？今井流星くんの母親についても気になります。いろいろと調べたのですが、お母さんの名前は出てきませんでした。ただ、流星くんの動画の中にお母さんが出てくるものがありました。今井流星くんのお母さんがクッションを持って椅子に座って、そこに流星くんがキックをするというもの。お母さんが座っているのに、流星くんのキックで椅子が倒れるのです。子供とは思えないキック力の凄さを見ることのできる動画です。YouTube のコメント欄にも多くの海外からのメッセージがある今井流星くん。世界から注目されているのです。この話はブルース・リーの身の娘シャノンさんの耳にも届きました。シャノンさんと直接会い直筆のメッセージとプレゼントを今井流星くんに手渡しました。素敵な計らいですね。これからも日本と香港の架け橋としてご活躍を期待いたします。繰り返します。日華は元祖兄弟だった。世界は元祖兄弟だった。私たちは同志だった。敵は別にいます。もう一度話し合いませんか？